皆さん、こんにちは。今週も、ヒゲヒロの感想を語っていきます。今週で第7話です。もう後半ですが、あまり恋愛ムードになりませんね。とりあえず内容を見ていきましょう。今回も、あさみちゃんと、仲良く、バイトの支援から始まります。今は夏休み期間中で、しょっちゅう、吉田くんの家に来てるみたい。話してると、外に黒塗りの車が、最近よく来るそうです。トラブルの匂いしかしない。しかし、ドライバーがあからさまに怪しくて草。そして、今日も、吉田くんの家で遊ぶ女子高生2人。どんな独身男性の部屋なんだよ。一方、吉田くんの会社。吉田くんがさゆと LINE してる時や、後藤さんと話すのを見て不満げな後輩ちゃん。後藤さんが吉田くんに指導してます。てか、こないだの告白の後、二人のその後はどうなってるん？髪をかき上げる仕草がセクシーです。これって、役あり男性の前でしかしないそうですよ。ほんとか知らんけど。そして昼休みの食堂。社会人組の二人が、面と向かって座ってます。吉田くん絡みの恋バナで盛り上がっているのですが、後藤さんの大人の余裕が半端じゃない。とても、前々回、処女ですと暴露した女には見えません。個人的には、こんな処女の存在は吉田くんよりファンタジーです。ヒートアップしすぎて大声を出す後輩ちゃんと、それをたしなめる後藤さん。まだ、吉田くんとのフラグは立ってないのに、外野で勝手にバトルが始まってる感あるわ。定時後、吉田くんを誘うも、今日はごちそう作って待ってるみたいだから、と断る吉田くん。ここでごちそうを作ったのがおかんなら、ただのマザコンですが、巨乳 JK が作ったというのが最高にリア充です。なんやかんやで後輩ちゃんと連絡先交換する吉田くん。今のところ、後輩ちゃんが勝てるビジョンが見えません。そして、さゆが作ったごちそうは、カツ丼でした。うまそう。夏にカツ丼ってすげえな、と、軽口を叩きながら食事する二人。相変わらずカップルしとる。次の日、窓掃除するさゆを眺める吉田くん。おい、吉田、どこ眺めてやがる。手伝おうとする吉田くんに、手伝わなくていいよ、と、止めに入るさゆ。するとこのまま転び、そうなりました。うおー。これはついに来るか。ここまで密着したら、さすがの吉田くんも我慢できんだろう。さゆ。ついに行くか？何？まんざらじゃない顔してんぞ。行け。雑巾どけてくれ。はあ。お前、何？綾波さんの劣化版みてえな反応してんが？吉田、お前にはがっかりだ。そして、先週の次回予告で出てきた画像は、若かりし頃の吉田くんと元カノだったということが判明。さゆに、この頃から年上好きなんだとからかわれつつ、次のシーンへ。次のシーンは、またさゆのバイト先。例のチャラ男とバイトしてます。気まずそう。すると、いつも来る黒塗りの車から超絶イケメンが登場します。その顔を見てさゆちゃん絶句。目がやばいです。チャラ男が、知り合い？会いたくない感じ？と聞き、無言でうなずくさゆ。よしわかった。そのまま裏に行って隠れてて。チャラ男めっちゃいいやつで草。これマジでチャラ男ルートもありなんじゃないか？そして、車から現れたイケメンは、なんと、さゆの兄だったことが判明し、今週は終了です。今週は、少し話にも進展がありましたが、後半に入った割には、恋愛関係の話はあまり進んでませんね。というか、絵柄で、勝手にラブコメと思ってましたが、もしやラブコメじゃないのか？いずれにしろ、しばらくは、兄とのいざこざが、話のメインになりそうです。個人的には、後藤さんと両思いなのはもう分かったんだし、こっちは何かしら進んでほしいものです。さて、来週は夏祭りのようです。浴衣とうなじ、見れるのでしょうか？そして水着会もあるのでしょうか？どちらも期待です。それでは、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。